大阪・関西万博北海道昆布ウィークにご来場の皆様、北海道知事の鈴木直道です。近年、北海道の昆布の生産量は海洋環境の変化などによって減少傾向にあります。北海道の昆布が減ることは日本の食文化にとっても大きな影響があり、資源の回復と生産の安定化は喫緊の課題です。昆布ですね、今減少傾向にあるんですけれども、やはり北海道だけの問題ではなくて、昆布っていうのはやっぱり食文化を支えるものです。で、日本全国に関わる問題。日本の昆布の約9割は北海道産だということと、そしてこの30年で生産量が3分の1まで減ってしまっている。そして我々ができるのは昆布を食べることだと。まず近くで生の昆布見てください。そう、真ん中ちょっと分厚いでしょう。藻場の衰退っていうのは日本だけではなくてやはり気候変動ですので世界中の問題になっているというところがあります。こうした厳しい環境の中でですね、なんとか藻場を増やそうということで、その打開策として考えられたのが、海藻バンクのプロジェクトです。我々のこのプロジェクトの目標として2030年までに70ヘクタール以上の藻場を造成すると。それに伴ってですね CO2 の吸収量400トンを吸収しようという目標で取り組んでおります。島の基幹産業である漁業の存続のためにこの海藻バンクの取り組みで藻場があふれることはものすごくありがたいです。まだ取り組み始めたばかりなので今後どうなるかわからないところもあるんですが、今後子どもたちの環境の学習の場としてまた観光資源の一つとして、期待をしております。報告会を地区の集落の漁民を集めてやってくださっております。これまた行政も一緒に参加してですね、この情報を共有して今後の藻場造成につなげたいと思っております。足毛では民間団体、企業と連携した磯焼け対策に取り組んでいます。そしてこの取り組みを機に北海道大学、東京大学、日本製鉄など産学連携協力が始まり、足毛町内で鉄鋼スラグを活用し海へ鉄分供給する実証試験が2004年からスタートしました。海の栄養、有機物がですね全く足りないんじゃないかというふうに思っております。長い目で見て、そしてこの藻場再生、海の栄養づくり、海づくりをですねしていかなければならないというふうに思っているところであります。料理さばく手順、そして浜の母さんとですね出来上がったものをああでもないこうでもないと言いながら一緒に食べることができるというのがこの一番の人気の、体験でございまして、ぜひとも、皆さんも体験していただきたいなと思います。ウニの餌になるような昆布もですね、やっぱり我々が行政も民間事業者もしっかりとさっきの透析事業も含め藻場の造成も含めて行うことで二次的三次的なこういった食品のブランド価値も作れる、そういう状況になると思います。ですから本当にいろんなものが組み合わさって関係し合ってこの自然環境、そしてまた人間の作り出す商品価値も形成されているんだなってつくづく感じさせていただいているところであります。食文化を守って継承していくために、お昆布がどれだけ大切で価値があるかということを一人でも多くの方に知っていただきたいという思いで、先ほどお見せしたような一般催事を行ったりしてきました。一次生産の現場の地域経済とは最終的には何に支えられているかというと、皆様方が昆布を使ってくださることによって支えられているわけですから、昆布を使ってくださる方は普通に私どもが昆布屋を続けていけるということではなくてですね、もう昆布の現場、浜の環境を守ってくださっている方々なのではないかと思いますのでね、本当にありがたいところです。本当に簡単なね、お出汁の取り方です。お水をまず1リットル入れました。はい。それで、これは何かわかるかな？ね、昆布ですね。はい。
もう薄く伸ばしてありますね。こんな状態、上等の真昆布です。真昆布をこの中に入れますよ。はい、もうね、昆布をつけておくっていうことはもうしなくても大丈夫ですね。もう入れてすぐに火をつけましょう。で、火をつけてですね、でもうこれはぐらぐらっと沸騰しても問題ないんです。次世代に残せなくなることっていうのは動物はみんな嫌がります。ってことはそれが一番敵なんですけど、切るってことはそれと同じことをしてるんです。傷をつけてるから。そうすると雑味が出やすくなっちゃうんです。はい、だから切らない方がで、切るっていうふうに思ってる人は昆布の中を栄養が通ってて中にぎっちり入ってると思ってる。昆布は一番最初から聞いてた人分かると思うんですけど、周りが海なんで水分とか養分は表面から取ります。本当に大切な昆布、今ですね、もうこの出汁を使うということがまた世界中から評価されていまして、私の会社からもいろんなところの国にオーダーからですね、オーダーが来るぐらい非常に注目されているなと思っています。うちの組合自体はその養殖昆布半分、専業定置とかが半分のだいたい80億くらいの計画立ててやってるんですけど、その半分の昆布の計画が吹っ飛ぶ直前まで追い込まれまして、で去年の秋にうちに成熟誘導かけて取った昆布が今年の昆布になってるっていう。いや本当にこの海水温の状況でその輸送支が全然泳がないという状況をまるっきり予想もしてなかったんで。陸上で人が人為的に光とか温度を調整して種を出すことを成熟誘導と言います。なのでその種をやっぱり次につなげていくために高谷さんたちは本当は天然界でやっていたものを人の力でやっているっていう努力をされているんだなっていうのをちょっと思いました。自分たちも相当そこに時間と労力とか人の力を使って生産しているのが現状で、やっぱりこれから未来にやっぱり昆布のつなげていくためにはやっぱり生産者がきちんとした形で儲かっていけるっていう仕組みもこれは必ず大事であって、やっぱりある程度そこにきちんとした、利益を得れるっていう漁業でなければますます推定していくんじゃないのかなって自分はちょっと危惧しているところがあって、これをですね救ってくれるのは昆布なんです実は。ですので伊藤さんもそれよく知っとって北海道でですね昆布をねもうガンガン作りたいと。ただそのね、先を食べるだけでもなかなかみんな食べなくなっちゃってるんで、いろんな食べ方とか活用も含めてやりましょうと。その先端に立って走ってるのは函館市大泉市長ですよ。残さなきゃならないと思うのはやっぱりそれだけこの昆布が素晴らしいんだっていうことはもう多分皆さんも分かっていただいたと思うし、残すべき大事な自然のシステムなんですよね。真昆布も天然も戻すためにはしっかりと真昆布の完全養殖の仕組みをしっかり作って戻していくというこの科学的にそういうものを、確立するというだいぶうまくいってきたので、また皆様に成果をお見せできるまた機会もあろうかと思います。私自身も、学部の4年生の時から2022年から本当に自分は恵まれてたんですけれども、函館市からの支援と地域の皆さん、特に漁師さんの理解と協力に恵まれ、2022年から、この写真のように漁師さんともに磯焼け対策に取り組んできます。実際に人とウニと昆布がそれぞれ絶妙な恩恵、互恵関係を保ちつつ、皆さんと共にですねそれぞれの生き物が幸せな一生を送れればなというふうに期待しているところでございます。漁師さんの乾燥ってすごく大変なんだというお話をしました。で、乾燥しない使い方を私たちは今模索しています。生とか冷凍とかで、もう一つは乾燥をより楽な作業
にしていこう、そういう挑戦もしてます。粘土でミニチュアクッキング、粘土教室スタートです。はい、よろしくお願いいたします。切ったところの下あたりにくっつけると完成です。ひらひらの長いかじびれ作ってみましょう。ではオンラインのお友達も頑張って作ってくださいね。これより高校生による未来につながる海藻テック発表会を始めさせていただきます。よろしくお願いいたします。見て触れて味わう昆布体験 in 浜松を提案します。私たちが考えるアイデアを石狩振興局や漁師さん、漁業組合などに提案します。私がなんでこういうことをずっとやり続けてるのかっていうと、何より祖母が父に養殖昆布を継がせなかったっていうことが心に残ってるんです。後継者側の父が継ぎたくないって言って継がなかったならまだわかるんですけど、実際に従事している自分が息子に継がせたくないって言ったって、そういう産業ってちょっとこれからまずいと思いませんか？でも私は地元が大好きです。なので私のミッションは地元の海と昆布産業を守ることです。私が取り組んでいる内容は細め昆布を原材料とした希少品の商品化です。今実際に手に持っているものがその商品になります。北海道マリンイノベーション事業部さんと協力して去年の8月に商品化し、実際に販売しています。2つ目の取り組みとして、昆布ではなく昆布を害するウニに着目したウニ殻を使った商品の開発にも取り組んでいます。おめでとうございます。それぞれの思いのある賞をそれぞれの審査員の方々から今受け取られたかと思います。弊社ですね、プロジェクトをスタートしております。で、昆布の再生というところに取り組ませていただいているんですが、まずはやっぱり藻場作り、昆布の再生ですねっていうところがまず一つ。やっぱりそこでできたものをそれだけではなく使っていきたいというところで商品開発も含めてやらせていただいております。さらにですね、今日の1コマ目でやりました粘土を弊社でも開発しまして、粘土を使ったイベントなどを通じて環境教育というところをさせていただいてます。若い人が入る魅力ある産業にしなければ、先ないと思っておりまして、若い人が入るって言いますと、やっぱり金銭面見入りがあるっていうような状況、生産者、加工業者、流通業者、みんな含めてそういう状況に持っていかないといけないなとは思っております。戦略的令和の里海づくりというのを今年から新たにバージョンアップしてやってございます。で真ん中の写真にありますように、地域資源として今まで使われてなくて捨てられていた魚だとか海藻だとかをうまくメニューとして観光商材にして、でそれを販売して地域おこしに使っていただくとか、環境教育で子どもや社会人を巻き込んで輪を広げていくという、今まではあんまりご一緒してなかったような方々にも一緒になって働くみたいな活動をしています。森から海へということで、実は12年にですね誕生しましたヤシの実のですねから生まれた、洗浄成分で地肌と環境に優しいココパームをですねもう一新をいたしまして、今回をきっかけに売上の一部で海と昆布の森を守るですねこちらのプロジェクトにですね賛同させていただいています。ぜひ自分ごとにしながらですね連携していく活動というのがすごく大事だと思ってます。2023年からですねショッピングセンターのアリオであったりとかイトーヨーカドーの店頭でこれ海様と連携させていただいて、海中で分解している粘土、先ほどこちらお昼にもやられてましたけど、ああいう粘土を使ったワークショップとかですね、あとはですね漁業者による水産物を販売していただいたりとかいった、まず知っていただくようなそういうような活動を行っております。目に見えて海藻が昆布以外の海藻が繁茂して海一面黒くなってるんですよね、水面から見ても。で自分でも潜水士をやっていろいろな場所を潜ってるんですけど、やっぱりウニの多さがすごくて、ウニを移植した場所に限ってその海藻が繁茂している、これは目に見えてわかるので、いろんな漁師にも見てもらって、わあすごいなという声をいろいろもらってます。本日はですね、NPO 法人北海道昆布研究会の協力により、北海道札幌市で行われております北海道昆布デー2025特別版会場ともつないでおります。皆さんが宝物として理解をして、そしてたくさん食べる。そうすると漁師さんは、頑張って昆布を取って
ね、作って努力してくれます。我々研究者も一生懸命研究していきます。行政もたくさんそれに対してサポートしてくれます。ですから我々ができること、まず一歩としてはしっかり昆布のことを理解して食べていきましょう。昆布の生産現場だったり昆布漁自体をメタバースという形でスマホで疑似体験できるようなこういう仕掛けを今ちょっとやろうとしてまして、水産とデジタルっていうような関わり方からスマホ1台あれば昆布漁や自分たちの地域水産っていうところに関われるような仕組み作りっていうことを考えてトライしております。生昆布については、やっぱり漁師さんの負担軽減につながるということで、できるだけ取り組みとしては大きくしていきたいなと思います。研究の方ですね、高水温耐性に強い品種ですね、その品種を本当に早く成果が出るように開発を進めていくということと、やはり海水温が上昇してもうまく昆布が作れるようなその養殖方法の改良ですね。何だと思いますかこれ？昆布。いいリアクション。その昆布を皆さんに触っていただこうと思います。ちなみに、触った感触がネバネバは、私の方がネバネバらしいです。どっちかっていうとこっちとこっちといえば根っこなんです。ここ実は根っこ、根っこの方がみんなに向かって右側が根っこです。鍋ちゃんの方ね。根っこの方がぬるぬるするそうです。今日北海道昆布ウィーク6日目最終日でした。昆布と触れ合って大切さを知ろうということでお送りしたこの90分、会場の皆さん、また配信をご覧の皆さん、ありがとうございました。急ぎ足でしたが昆布という生き物のことを知って毎日の食を少しでも楽しんでいただければ幸いです。